こんにちは、デビッドです。今回ですね、この WPL ジャパンのラジコンをある程度カスタマイズしていったときに、どうしても避けて通れない作業として、ハンダ付けっていうのがあると思うんですけれども、そちらについてですね、基本編という形で、まず必要な道具一式と、あとは基本的な作業ですね。で今回はその例としてちょっと2つやってみようと思うんですけども、1つはモーターに関して、モーターの配線を外す、つける。これが1つ目。で、2つ目が、電飾ですね。LED の、チップというか、LED の発光ダイオードってあるじゃないですか。電球っていうか、ちっちゃい電球ですね。あれに、配線と抵抗をつけるっていう作業。これをちょっと実際にやってみるっていうような流れで、動画でですね、ご紹介させていただこうと思います。で、まず、必要な道具に関してなんですけれども、当然1つ目が、ハンダゴテですね。ハンダゴテ。で今回メインでご紹介させていただくというか、実際の作業ですね、主にこれを使っていこうかなと思うんですけども、具体的な機種名としては、これ、今僕が愛用しているのは、こちらなんですけど、グッドさんの PX-201 というモデルになります。一応、100V の 70W っていうものなんですけれども、これの便利なところは、この温度調節機能がついてるっていうところですね。これがついてるんで、用途に合わせて温度が変えられますよというものになってます。で、他にもですね、ある程度の種類せっかくなんでご紹介させていただいた方がいいかなっていうので、ちょっと、家に転がってたっていうか、手元にあったものですね、をいくつかちょっと持ってきてみたんですけど、ですね、ちょっとこれ、もちろん用途によるんですけど、これがグッドさんのCX-100 っていうやつで、これ多分ちょっともう廃盤ですね。僕はすごい昔から使ってて、WPL のラジコンっていうよりかは、本当にその昔って感じなんですけど、普通のラジコンって言ったら変ですけど、10分の1の、競技用ラジコンですね。なので、モーターのサイズで言うと540モーターとかっていうのを、メインで使うような、RC カーですね。それの時に使ってたハンダゴテです。これは温度調節機能とか特になくて、100V48W っていうやつになります。これ今廃盤になってると思うんですけど、確かこれの、後継モデルっていうのは今あるはずです。その後継モデルが CXR-100 っていうやつが、これのこの持ち手のところが白いやつになると思うんですけど、それが現行モデルで、多分ほぼ同じような性能にはなると思うんですけども、それが現行機種と。で、これもう最近全然使ってなかったんで、本当にすごい昔使ってたって感じで、久しぶりに見たらですね、小手先がこんな状態だったんですよ。もう酸化しまくりみたいな。で、多分ここをちょっとヤスリで削ったりしながら、なんとか使ってたと思うんですよ、昔。なんですけど、これひどいなっていうので、今回ちょっと動画のために、せっかくなんで、新しくしました。で、これ競技用ラジコンで使ってた時のやつなんで、ここが大きいんですよね。この先端のこの平らな部分が。扱う線が太かったり、あとそこに流し込むハンダも当然多くなりますので、10分の1の競技用ラジコンだとこれぐらいの小手先を使うんですけども、今回ちょっとそれよりこんな感じでちっちゃいのにしました。同じような形状なんですけど、すごい細いですよね。これはもう今回この WPL に使うのがメインっていう感じだったんで、当然10分の1ラジコンに比べるとモーターも180サイズとか260とか大きくても380ぐらいまでになりますので、それで使う線は10分の1に比べると当然すごく細めになりますので、それに合わせて先端も細いものに変えてみたっていう感じですね。気持ちいいですね。こんなにボロかったのがこの状態だったんですよ。この状態だったのがこれに変わったんでちょっと気持ちいいなって感じなんですけど、これもちょっと今回ですね、参考までに使ってはみようと思ってます。で、あともう一つ、これが多分僕の手持ちの中で価格帯で言うと一番安いやつ、多分1000円ぐらいだと思うんですけど、八光さんのやつですね。100V の 40W ってやつなんですけども、電子工作用って感じです。で、これは WPL のラジコンいじりますっていう限定であれば、おそらくギリギリこと足りるんじゃないかなっていうレベルのハンダゴテかなというふうに思います。これも今回ですね、ちょこっと試してみようと思います。はい。では、以上、まずハンダゴテですね。ハンダ付け作業するにあたって当然一番必要になるのはこのハンダゴテっていうことにはなると思うんですけども、今回それぞれちょっとやってみようと思うんですけど、最低限必要なワット数はってなると、せっかくなら、これぐらいのやつ、48W、これぐらいのやつ
以上っていうものがあるといいんじゃないかなと思います。ただ正直ですね、そんなに難しいハンダ付けの作業っていうのはこのラジコンいじるにあたってそんなにないので、そこまでこだわらなくても何でも事足りるかなとは思います。それこそ電子基板のハンダ付けをするとかってなると結構狭いところで綺麗にやらなきゃいけないっていうのがあると思うんですけれども、このラジコンの場合は結構大雑把でもなんとかなっちゃうんで、そんなにこだわらなくてもいいんじゃないかなと思います。あとすいません、小手先の形どれがいいのっていうのもあると思うんですけれども、結構いろんな種類あるんですが、このラジコンの作業に関してはこのどっちかでいいと思います。こっちが本当に鉛筆の先っぽみたいに単純に尖ってるやつ、これか、あとはこうちょっとこれちょっと分かりづらいですね。さっきのすいません、ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、こっちの方が分かりやすいと思います。この先端がこんな感じでちょっと竹槍みたいにカットしてあるようなやつ、これですね。このどちらかで、十分作業できると思います。で、この2つのうちどっちの方がいいのってなると、これもう好みの問題っていう感じになると思うので、一般的にはこれが好きな人が多いと思います。これラジコンの作業だと。これが一番なんていうのかな、人気があるっていうとおかしいですけど、僕が経験上ですね、いろんなところでラジコン作業されてる方、特にサーキットとか行くとこう皆さん結構ハンダゴテ刺してたりするんですけど、ピットテーブルでですね、こうハンダゴテ立てかけだったりとかっていうのでよく見かけるんですけど、その時よく見るのはやっぱこの形かなっていう感じです。ただこの WPL の場合は今の形でもいいですし、この結構細かい作業も多いので、この先端が尖ってるタイプ、こっちでも全然やりやすいなっていうのはあるので、これは本当にどっちでも失敗したみたいなことはないと思います。どちらかから使ってみて、もししっくりこないなっていうのがあれば、ほとんどのハンダゴテは小手先が変えれるタイプになってるかと思いますので、できればですね、そもそも小手先が変えれるタイプのハンダゴテを購入されるようにして、で、しっくりこないなと思ったら、別のタイプをちょっと付け替えてみると。これ先端だけだったらそんなに金額はしないかと思いますので、そのように試してみていただくのも一つの手なんじゃないかなと思います。はい。では続いて、固定の次に必要になるのが、当然このハンダですよね。で、今鉛フリーっていうやつが主流になってるかと思います。で、ちょっと僕、あんまり気にしなかったんですけど、正直。もう昔々に買って、もう一生使えるぐらいの量がこれ、こうリールで巻かれてたんで、これをずっと使ってるだけなんですけど、今、そういえばと思って見たら、一応僕が使ってるのは、グッドさんの、これです。ヤニ入り、鈴 50% ってやつですね。で、これをずっと使ってるんで、ちょっと他のやつがどんな使い勝手なのかっていうのは正直わからないんで、実は今回ですね、そういえば、鉛フリーも試してみなきゃっていうので、さっき注文しました。で、またちょっと使ってみようと思ってるんですけど、すいません、ちょっと今手元にないんで、今回これでやります。で、鉛フリーってやつと、鉛入りで何が違うかっていうと、昔は鉛入りしかなかったんですね。で、鉛入りはちょっと体、あとは環境にあまり良くないというふうに言われてます。諸説ありますので、何が正しいってのはちょっと僕の方ではなかなか断言しづらいところあるんですけども、一般的に言うと、鉛入りっていうのは環境だったり人体に良くないとされてますので、できれば使わない方がいいよというふうには言われてるんですが、ちょっと一長一短ありまして、鉛が入ってた方が作業はしやすいらしいです。ちょっと僕鉛フリー使ったことないんで、ちょっと今度試してみないとわかんないんですけど、鉛フリーってやつはちょっと温度が伝わりにくい、熱が伝わりにくいっていうので、作業自体はちょっと難しくなるらしいです。そのあたり心配な方は鉛フリーっていうタイプのハンダを使われるのがいいんじゃないかなと。で、あと、太さについてなんですけど、これ結構太めです。1.6 ミリなんで、ちょっとこれ僕も競技ラジコンやってた時からの使ってるやつなんで、ちょっと太いやつ使ってるんですね。540モーターとか、それ関係の配線をハンダ付けするってなると結構一度にドゥバッとつけるんで、この太さで使ってたんですけど、正直こんなに太いのじゃなくてもこの WPL のラジコンだけをいじられるっていう方は、いいと思います。具体的に言うと1ミリとかそれよりちょっと細いぐらいでもいいような気はします。これもですね、好みの問題もあったりしますので、今から新しく、買われるよという方は、今回この 1.6 ミリってのを使いますけど、ちょっと太すぎる気がするので、1ミリとか、それ前後ですね、の太さのものを使われるのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、次に必要なのが、コテ台ですね。当然、これ、ハンダゴテ使うときに熱くなりますので、これをこう刺しておく台が必要になるというので、こんな感じで、これも、
何でもいいと思います。こう、立てておくことができればいいと思いますので、僕が使ってるのは、一応ご紹介しておくと、八甲さんの633っていう風に書いてあるんで、このモデルだと思うんですけど、これを使ってます。で、この固定台ですね。できれば、ここにですね、このスポンジか、金田足みたいなもじゃもじゃっていう、金属のもじゃもじゃっていうなんか、金田足みたいなやつがついてるやつ。2つあると思うんですけど、どちらかがついてるものを使った方がいいと思います。僕はなんか昔からこれなんで、これで使ってます。もじゃもじゃのやつ試してみようかなと思った時期あるんですけど、友達が使ってですちょっとやった時に、僕金属同士が擦れる感じが苦手なんですよ。金属のもじゃもじゃの中に、これをこう入れるんですけど、その感触がどうも好きにならなくてちょっと試させてもらった時に、これ苦手だなと思ったんで、ちょっとそれは使わずに、僕はこのスポンジの方を使ってます。ただ、これ水を含ませてやるんで、この小手先ですね、ちょっと傷みやすいっていう説があるので、その辺気にされる方は、あと金属の擦れる感じが苦手じゃない方は、もじゃもじゃの方、金属のもじゃもじゃの方を使ってもいいんじゃないかなと思います。この後ちょっと使うんで、水に浸しておくんですけども、これ適当でいいです。こんな感じで、水をこう含ましておけば。はい、続いてですね、こちらなんですけど、ハンダ付け用ペースト、もしくはフラックスってやつがあると思うので、そのどちらかがあると便利なんじゃないかなと。すいません、なんか剥いた配線が入ってましたけど。これですね、本当はこんな色じゃないんですけど、これなんか長年使ってるうちにこんな色になっちゃいました。多分品質的には問題ないと思うんですけど。で、これがですね、予備で、これもかなり前に買ったやつなんですけど、これが、一応正常な正常な色ですね。すごいですね。なんでこんなになっちゃうのかちょっとわかんないですけど。ただ、なんかもうこれもですね、一生持つんじゃないかっていうぐらい全然なくならないんで、予備、これ買ったんですけど、全然使ったことないですね。で、これ一応用途がいくつかあるんですけど、僕がメインで使う用途としては、単純にハンダ付けを施工する場所にハンダが流れやすくなるようにっていう目的で使ってます。ただ、これでなんか、この小手先をメンテナンスとかもできるらしいんですけど、すいません、ちょっと僕その辺よくわかんないんで、今回僕がご紹介させていただく用途は、あくまでも配線だったり、ハンダ付けする先ですね、端子のところだったりに、これを塗布してから、ハンダを盛るというか、ハンダを流すっていう時に流れやすくなるためにっていう用途で使います。その用途でご紹介させていただきます。これは実際に後で作業の時に出てきます。はい。で、あとは、この辺りからは、そんなに必須って感じではないんですけど、すいません。これもそんな必須ではないですね。でも絶対あった方が便利だと思います。で、高いものじゃないんで、これもぜひ用意された方がいいと思うんですけど、続いてこちらですね。これもできればあった方が便利ですよっていう、ハンダ吸い取り線ってやつです。これも後で作業の時に出てきますので、詳しくはそこで見ていただければと思うんですけれども、ハンダがもうついてる場所に、これとハンダゴテをこう当てると、ここでキューッとハンダを吸い取れるようなものなんですけど、これもですね、後で具体的な使い方は作業の方で出てきますので、まずは必要な道具としてご紹介させていただきます。はい。で、続いてですね、これもあった方がいいですよっていうので、収縮チューブってやつがあるんですよ。これも具体的な使い方は後でやりますけど、配線をこう隠すやつですね。で、ライターで炙ると、こう熱で収縮してしぼむんですけど、これもですね、ラジコンで配線をやるとき、特に電飾系ですね、であるとすごく便利なので、一応これは径がいくつかあって、すごい太いやつから細いやつまで。これ細めのやつですけど、これがですね、直径 2mm ってやつになります。よく使うのはこの 2mm と 3mm、4mm ぐらい。その3種類ぐらいあれば、WPL で配線系いじるっていう際には十分かなと思います。一番使うのはこの 2mm かなと、個人的には思います。はい。という感じで、一通り必要なものをご紹介させていただいたんですけれども、あとはですね、保護メガネだったりマスクっていうのも、必要な方はですね、用意されて、安全に作業するためにですね、ご用意された方がいいのかなと思います。はい。では、一通り必要な道具ですね、ご紹介させていただいたところで、ここからですね、実際にちょっと作業しながら、説明をさせていただきたいと思います。じゃあ、まずちょっとこのコテを使っていこうと思うんですけれども、グッドさんの PX-201 っていうモデルですね。これが、
温度設定がここでできるようになってるんですけれども、僕はどちらかというと、手早く作業できた方がいいなっていう、もうこれも好みの問題だったりすると思うんですけれども、一応マックスの450度に設定してあります。もうちょっと下げてもいいと思いますけどね。ちょっとやりすぎな気はしますけれども、一応そのハンダを溶かすのに適切な温度っていうのは、だいたい確か300度ちょっとぐらい、320度とか、それ前後ぐらいだったと思うんですけど、それに比べてちょっと高すぎっていうのがあるかと思うんで、これも作業をする人のやり方とか、本当にちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、好みの問題とかっていうのもあると思うので、そんなに細かくこだわらなくても、自分で実際使ってみて、いろいろ試してみて、ここがいいなっていうところで使えばいいんじゃないかなと思います。じゃあ、これまず、ハンダゴテ、コテ台に挿して、コンセントですね。ちょっと画面に映ってないと思うんですけど、コンセントを挿します。そうすると、このコテの場合は、こんな感じで、パイロットランプが赤く光りますね。でこれが消えたら、設定した温度に達しましたよっていう、合図になります。で、ちなみに今回の動画もですね、完全に自己責任でお願いしますっていう、動画になりますので、っていうのも僕もこのハンダ付けに関して、特に専門職とかそういうわけでもないですし、もう完全にどうでしょう、中学生とかそれぐらいの頃から使い始めて、そのハンダゴテを使ってる歴で言うと20数年ぐらい使ってることにはなると思うんですけども、完全に自己流って感じなんで、あくまでも一個人がこんな感じでやってますっていう、参考までにっていうのでお願いします。なので、もっと正確なやり方というか正しいやり方みたいのを知りたいなっていう方は、例えば YouTube でもいいと思いますし、あとは通常のウェブ、検索ですね。インターネットの検索とかでもいいと思うんですけど、それでいろいろ調べてみて自分なりにですね、これがいいなっていうやり方、いろいろ模索していただくのがいいんじゃないかなと。で特にですね、配線に関しては本当に自己責任という感じで、今回そんなにその配線までは詳しくやらないですけれども、例えば ESC に配線をプラスマイナス間違えてこうつけちゃいました。逆接、いわゆる逆接ってやつですね。をしたときに、事故につながる可能性って十分ありますので、そのあたりはですね、十分気をつけながら、間違いのないように安全に配慮しながらですね、作業をしていただければと思います。はい、じゃあ、まずですね、よくあるこのモーター、これが WPL の RTR モデルに最初から付いている180サイズのモーターですね。まず、ここから配線を取るっていうのをやってみたいと思います。ちょっとこの取り方、2パターンでやってみたいと思うんですけども、1つ目のパターンは、これを使わないパターンでいきます。使った方が当然楽なんですけど、ハンダ吸い取り線を使わないパターン。ですね、まず、これの場合、このコンデンサーもついてますので、コンデンサーと配線両方取りたいなという状況でいきます。まず配線取りたいんで、これをこう、引っ張りながらですね、引っ張りながらコテを当てるって感じでいきます。ちょっと手は当然2個しかないんで、よくこのハンダ付けって本当に猫の手も借りたような状況ってたくさんあるんですけど、今回の場合は、こっちを、この2本でこっちを押さえて、で、この2本ですね。この2本で、ここの線を引っ張ります。こことここでこう引っ張ってる状態ですね。で、溶かしてあげると、こんな感じですね。こう取れるんですよ。で、続いてですね、このコンデンサーが、このモーター管にハンダ付けしてあるんで、ここも取ります。ここはですね、こう溶かしただけだと、取れないじゃないですか。なので、溶かしながらこうずらしてあげる必要があるんです。でこう熱を伝えながらグッとずらしたいんですけど、ちょっと溶けが悪いんで、こういう場合どうしたらいいかっていうと、これをですね、ここ今ちょっと溶けにくかったんで、新しいハンダをこれちょっと取って、で、小手先についたその新しいハンダをここにですね、ちょっとつけてあげるんですよ。そうすると、熱が伝わって、こう取れやすくなるんで。で、今回の場合は、ここのコンデンサーの足がモーター管についているところを溶かしながら、これでグッと曲げてあげるって感じですね。
それで取れますと。で、この時に、こういうような作業の時に、これがあるとやっぱり便利なんですよ。これで吸い取っちゃえばいいんで。ちょっとそれもここでやってみましょうか。ちょっと一回戻しますね。これ。はい、これで、ここハンダついてますと。今これ、取れない状態ですけど、ここにですね、このハンダ吸い取り線の、これちょっと前に使った汚いところが残ってるんで、ここは切っちゃいます。切って、綺麗なところですね。綺麗なところを、こんな感じで、上から熱してあげると、熱っ熱が伝わってきて、手が熱くなったんですけど、ちょっとそういうのも気をつけてくださいね。こうやってやると、こう吸い取ってくれるんですよ。で、ハンダがもうほぼなくなるんで、これ今手でグッと曲げたら取れましたよね。こんな感じで、こういうのがあると、この取り外しの作業の時ですね、すごい楽になります。じゃあついでにこっちも取りましょうか。さっき最初に取り外し方2パターンやりますって言ったもう1パターンの方が今もうちょっとやっちゃったんですけど、このハンダ吸い取り線を使ったやり方ですね。こっちの方の今黒い配線がつながってる方、これでやってみるんですけど、これの綺麗なところですね。綺麗なところを、ここを外したいんで、ここのハンダを取りたいんで、ここの上にこれをこう当てて、で、さらにその上からこれで押さえるって感じです。そうすると、ここに熱が伝わって、ハンダが溶ける熱まで達したときに、これはちょっと網目状になってるんで、ここがギューンとハンダを吸い取ってくれるんですね。で、ちょっとさっき熱かったんで、もうちょっとすいません、安全にやりましょう。こんな感じで置いといて、ここにですね、これ当てます。で、そうすると熱が十分伝わると、ちょっと少量なんで分かりづらいんですけど、これもうちょっと量が多いと、ここに目に見えて、ハンダがですね、じゅわーっと染み込んでくるんですよ。ちょっとこれ量が少なくて、あんまり分かんないですね。こんな感じでどうかな。染みましたね。今、ちょっと画面で分かりづらいかもしれないですけど。こんな感じで、吸い取ったハンダが、ここに染みてるのが分かると思うんですけど、で、反対側にもちょっとハンダがついてるんで、こっちも取りましょうか。こんな感じでじゅわーっと吸い取ってくれるんですね。もうさっきまでちょっと盛られていたハンダがほぼなくなってるんですけど、これぐらいになるともう簡単にこんな感じで片足、コンデンサの片足が抜けましたね。こっち側もこれで吸っちゃいましょうか。はい、こんな感じで、そんなに慣れていなくても、こういう取り外しの時に、このハンダ吸い取り線があるとかなり楽にできると思います。やっぱりこれはご用意されておくことをお勧めしたいかなと思います。はい、というわけで、今ですね、このモーターの配線が取れましたと。で、例えば、この別のモーターですね。別のモーターに取り付けますという時の作業を引き続きご紹介させていただきたいと思います。で、このモーターにこの赤い印がついていると思うんで、一般的にはこの赤いリード線、赤い線をこの赤い印の方にこうつけるという形になるんですけれども、ちょっと今回の動画であくまでもハンダ付けの作業だけをご紹介させていただきます。これ状況によって逆接って言って逆につける場合もあるんですけども、それはちょっと今回触れないんですけど、なぜかというと、使っているギアボックスだったりメカだったり、いろんな状況が考えられますので、いつも必ずこれっていうのはないので、ちょっと単純にハンダ付けの作業だけご紹介させていただきます。で、あとここに今回ですね、このコンデンサ
ついてたやつをそのまませっかくなんで流用してつけちゃおうかなというふうに思います。で、このコンデンサーの付け方なんですけども、いくつかのパターンがあって、ちょっと画面に絵を出すんですけど、今回のようにコンデンサー1個の場合、このちょっと大きめのコンデンサーを1個つける場合は、この画面の右側の画像のような感じですね。それでいくと、まず、この収縮チューブがついてたと思うんですけど、これできればつけた方がいいです。で、これをマイナス側。で、収縮チューブがついてない方を、この赤いプラス側ですね。プラス側に通します。で、このプラス側に来ているコンデンサーの足を、この端子の穴を通しつつ、このモーター管に触れさせておきます。で、ここもハンダ付けします。で、こっちの足は逆にモーター管には絶対につけないでください。なので、形で言うと、こんな風にしちゃった方がいいってことですかね。で、当然、このプラス側はモーター管まで一緒につけるんで、こっちプラスが回るってことになりますよね。そこにこれつけちゃう。これが触れちゃうとショートしちゃうんで。なので、こちら側の足は端子に取り付けるだけ。なおかつ、こちら側の足には収縮チューブがついてると。これがまあ変に曲がったりして、こういうところに触れちゃうとショートしちゃうんで、そのために絶縁させてあると。で、収縮チューブどうしても使わずに取り付けるよっていう場合は、絶対にですね、ここが触れないような取り付け方をしてください。なので、無駄に足を長くすると、こういうところに触れやすくなっちゃうんで、なるべくギリギリでこう取り回しをした方がいいですね。まあ、でも、収縮チューブつけてる方が完璧だと思うんで、特に初心者の方は、ちょっと怖いと思うんで、これは収縮チューブですね、マイナス側に取り付けるようにしていただくのがいいんじゃないかなと思います。ちなみにこのコンデンサーの向き自体は曲線ありませんので、どちらをどちらにつけてもいいんですけど、とにかく、こうどちら側でつけてもいいんですけど、マイナス側に来た方には収縮チューブをこんな感じでつけておくっていうのがいいと思います。ではまずですね、この状態で配線はちょっと後で説明するんで、一旦ですね、この配線を同時につけるっていうよりは、このコンデンサーだけで一旦取り付けておきます。で今回はこのモーター管が金属ほぼむき出しの状態なのでいいと思うんですけど、このプラス側のコンデンサーの足をモーター管につけるところ、ここはですね、こんな感じでヤスリでちょっと削っておいてあげるとベストです。通電しやすくなるんで。あとはハンダの乗りも良くなるかなと思います。つけるあたりをこんな感じでちょっと削っておきます。で、そこにこのコンデンサーの足ですね。足をこうちょっと当たるようにしておくと。じゃあまず一番簡単そうなこのモーター管をつける方じゃない、ちょっとこっちからいきますね。こっちのマイナス側、この収縮チューブがついてる方。ここにフラックスですね。綿棒かなんかでいいと思うんですけど、これで、すいません。ちょっと今これ塗りすぎですけど、ちょっとでいいんで、これからハンダを乗せるよっていうところに、これをちょっと塗っておきます。で、僕はだいたいいつもなんかこんな感じのを使うんですけど、これで、ちょっとこう、押さえておくといいですね。はい、これで今フラックスを塗ったところにですね、先に、ちょっと結構手早くやらないといけないんで説明しながらってちょっと難しいんですけど、ここを、ハンダの小手先を、ここにこうつけるんですね。そうすると、ここ当然熱くなるじゃないですか。で、その熱くなったところに、これちょっと手早く作業しないといけないんで、説明しながらってちょっと難しいんですけど、ちょっと先に説明しておくと、小手先をハンダ付けしたいところに当てますと。当てて、熱が十分伝わったところで、このハンダをそこに流し込むって感じですね。ただ、
熱しすぎると、これモーターなんでよっぽど大丈夫なんですけど、このパーツ自体を傷めてしまう可能性がありますので、だいたい作業の流れとしては、こう、当てる1、2、3。で、その当て続けてるところに、これ流し込む1、2、3。で、これ離して、これ離す。そんなような感じです。ちょっとやってみますね。1、2、3。で、間にこれ流す。1、2、3。終わりみたいな。説明しながらめちゃくちゃ難しいですね。すみません。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど。今みたいな感じですね。こう、全然あんま1、2、3じゃなかったんですけど、今。難しいな。こう、当てる、十分熱伝わる、これ溶かし込む、で、離すみたいな。で、離すときも、パッて離した方がいいですね。ゆっくり離すと、ハンダがですね、こうちょっと山みたいに、アイスクリームの先っぽみたいにこう伸びちゃうことがあるんで、あれは、パッて離さないと、ゆっくり伸ばすと、ソフトクリームの先っぽみたいになっちゃうんで、その辺も注意が必要かなと。こちら側は今、ハンダがつきましたよね。で、後でちょっとここ処理するんで、一旦ここ切った方がいいんですけど、残ったところですね。これちょっと一旦このままいきます。で、次、こちらがもう一回同じような感じでやってみますね。こっちは、この端子をハンダ付けして、その後ですね、位置を整えて、ここのモーター管とのハンダ付けもしたいという場所になります。じゃあまず、端子のところからいきますね。同じくこちらもフラックスを塗っておきます。ちょっと作業のしやすい角度にして、これぐらいでやってみたいと思います。ここですね。ここを、こう、十分熱します。で、対象とこのコテの間に、このハンダをこう刺していく感じです。ちょっとやってみます。1、2、3で温めて、で、これ1、2、3で離す。こんな感じです。これで今、十分に、こう、ハンダがですね、染み渡ったような感じになっているかと思います。この最初に当てて、対象の部分をしっかり温めるっていうのをやらないと、このハンダの流れ込みがですね、うまくいかなかったりするんで、温めすぎちゃいけないんですけど、十分温めるっていうのが結構大事な作業になります。じゃあ続いて、モーター管のところを行ってみます。ここはですね、もう、ここが今の作業で、端子のところは固まってますので、ある程度、こう場所決めですね、簡単にできる状態になっているかと思いますので、これでもし、ここのコンデンサーの足が長すぎるようだったら、当然、切っちゃってもいいと思います。まあ、このままでもいいですけど、一応ちょっと切ってみましょうか。これ切ると、ちょうどいい長さになるかと思いますので、こんな感じですね。で、ここもフラックス。ちょんちょんと塗っていきます。では、ここも同じような感じで、ちょっとやってみますね。温める。ハンダ乗せる。これちょっと面積広いんで、染みにくいですね。こんな感じで。今、ちょっとこのモーター管の面積が広かったんで、1、2、3みたいな感じだと、もうちょっと長めに当てないとダメでしたけど、今みたいな感じで、これで、あんまりここが丸になってるとダメなんですね。こうちょっと染み込んでる感じじゃないとしっかりくっついてないんで、そこは注意してください。はい、で、一応冷めてからですね、ちゃんと冷めてから、ここがしっかりくっついてるかというのを、一応確認していただいた方がいいかなと。はい。では、ここからさらにですね、リード線、配線ですね。配線をつけていくんですけども、これさっき外した配線、ちょっともう、ボロいですよね。ここをちょっとリフレッシュしたいと思いますので、ここそれぞれですね、もう切っちゃいます。切っちゃって、ちょっと新鮮なところまで切っちゃって、で、こう切っちゃったことによって、これも収縮チューブがついてるんで、多くの場合ですね。収縮チューブがついてる場合に、このままだとそれぞれ届かないですよね。今切っちゃって短くなっちゃってるんで。この場合は、こう、若干無理やりな感じですけど、こうギューッと開いてあげると、
ここ伸ばせますので、それでも伸ばせない場合は、ここ慎重にですね、この収縮チューブだけカッターで切れ込みを入れて切っちゃって大丈夫です。で、こう開いてあげれば、それぞれ届くようになると思いますので、すいません。今回ちょっとハンダ付けの作業に直接関係はなかったんで紹介しなかったんですけど、この皮むきですね。この配線の被膜をこう剥ぐのに、こういうのがあると便利です。これだけで綺麗に剥げるんで、こんなのないよっていう場合は、ちょっと難しいですけど、まあ、ニッパーで剥いてあげるか、カッターでやってあげるかしかないかなと思います。ニッパー結構難しいんで、これ、加減が。特に細い線って難しいじゃないですか。でその場合は、カッターの方が多分、少しは安全にいけると思います。こう、切りたいところに刃を当てるんですよ。で、あんまり力入れずに転がす感じですね。こう線をこう転がす感じで、こう取ってあげると、綺麗に。すいません。めっちゃボケてます。これですね。こうやってやると、綺麗に剥けます。で、カッターもちょっと難しいなっていう場合に、一応かなりこれぐらい細い線だと、ライターでやる裏技ってほどでもないんですけど、ちょっと一応ライターでやる技もあって、ちょっとやってきますか、一応。これ、例えば、ちょっともう一回切っちゃいますね。これぐらい細いやつだと、ライターの火で先っぽをですね、ちょっと炙るんですよ。これも自己責任でやってほしいんですけど、火傷の恐れがあるんで。しないと思いますけど、一応熱いんで、炙ったところをちぎっちゃうんですよ。ちょっとやってみますね。こうやってやって、炙ります。ちょっと今、熱いからピッてやっちゃったんですけど、わかりましたかね？もう一回こっちもやってみますね。ちょっと炙って、ピッてむしり取っちゃうんですよ。こんな感じです。これ、こなれてくると結構楽なんですけど、ちょっとすいません、動画であんま紹介していい内容かわかんないんで、あくまで自己責任でお願いします。で、一応ですね、これ今、剥いたところをちょっとねじっておいた方がまとまりは良くなるんじゃないかなと思います。で、こうちょっとねじってまとめとくと。ちなみにこのねじる作業もですね、さっきやればよかったんですけど、これを使ってる場合、電光ペンチ使ってる場合はかなり楽です。これで半分ぐらい取るんですよ。で、ちょこっとこれが残ってる状態で、こうねじってあげるとすごいやりやすいです。で、ねじりながら、このむしり取ろうとしてる被膜をですね、こう取るっていう感じ。ちょっとあんまり繰り返しやるとこれ短くなっちゃうんですいません。やらないですけど。この被膜、こう、ちょっと残ってる状態にして、そのままねじるんですよ。ぐるぐるぐるって。で、ピッて取るって感じがすごいやりやすいです。じゃあ、ここからですね、正直これちょっと長すぎちゃったんで、このモーターにこの線を取り付けるってなると3ミリぐらい出てればいい。今ちょっと5ミリぐらい出てるんで、ちょっと一回切っちゃいますね、これ。ちょっと短く切っちゃいます。こんな感じで、程よいぐらいにしておいて、で、先にですね、この線にハンダをちょっと流し込んでおきます。その方が作業がすごいやりやすくなるんで、じゃあまたちょっとこれ使いましょうか。これで、こんな感じで固定しておいて、で、ここでも僕フラックス使うんですけど、いつもですね、これ刺してます、こうやって。この先っぽを、こう刺してちょっとつけて、温める、流し込む。温める、ちょっと流し込む。こんな感じですね。ちょっと今2回目のこっちの方はここにちょっと残ってたんで、もうそれをそのまま流したって感じですけど。で、理想はこの被膜を剥いたちょっと奥までハンダが流れ込んでる、染み込んでるっていうような状態が理想です。その方が配線が折れにくくなる、ちぎれにくくなるので、ちょっとちょっとですね、ここ被膜剥いてある場所ですよね。ここが中身の導線が見えてるところ。
で、そこから数ミリでいいんで、こうちょっと染み込んでる状態。ハンダがちょっと染み込んでる状態っていうのがこのマシです。はい。じゃあこれで、一応ハンダメッキ状態になってるんですね。このリード線の中の導線が。でこの状態で、ようやくモーターの方にハンダ付けができるんですけど、じゃあまずこっちから行きましょうか。この赤い方。この赤い印がついてる方に、この赤いリード線を取り付けます。ちょっとお見せしづらいんでこれ裂いちゃいますね。こんな感じで、ここを今広げたかったんで、こんな感じで、ちょっとこう裂いちゃったんですけど、このままだとちょっと見た目が悪いんで、これちょっと切っときますね。これで十分ここが広がるようになったんで、これでちょっと作業していきます。で、この場合はもう、こっちにさっきハンダがついてますし、こっちにもハンダがある程度ついてるんで、一旦ですね、このままつけちゃいます。ここ溶かして、ここにこんな感じで。もうちょっとすごい分かりづらかったかもしれないですけど。やりたいこととしては、これでいくと、端子のところを温めつつ、配線側のハンダも溶かしたかったんで、今のような作業にしたんですけど、ちょっともう一回やってみましょうか。一回取りますね。ここを温めながら、これ僕のやり方ですよ。もっと正しいやり方あるかもしれないですけど、ここを温めながら、この上でここ温めるんですよ。で、その後、一回離してペタって、押さえ込んじゃうって感じです。溶かしながら、こう押さえて、で、離して、これで十分ハンダ付けができてるような状態なんで、問題ないんじゃないかなと。で、こっち側もちょっとやってみましょう。ここは、今、ここですね。ここにもう十分ハンダが乗ってるんで、で、なおかつ、こっちもハンダメッキしたんで、追加のハンダは盛らずに、そのままつけちゃおうと思ってるんですけど、ちょっとやってみますね。こう温めます。こっちもちょっと触れさせてます。で、両方温まったなっていうところで、こうくっつけちゃう。で、こんな感じになりました。で、ここですね。ここはもう作業が終わって余った場所なんで、切っちゃいます。こんな状態になりました。で一応、しっかりついてるかなっていうので、こう確かめた方がいいと思うんですけど、これが、モーターのちょっとコンデンサーがある分、いきなりややイレギュラーな説明になっちゃったんですけど、これが、もともとついてたこの180モーターから配線を取ってコンデンサーごとですね、移植したっていう作業になります。で、このコンデンサーなんですけど、一応ノーコン対策って言って、このモーターが回った時にノイズが発生するんですね。で、そのノイズを送受信機ですね。送受信機が拾っちゃって、いわゆるノーコンって言われる、ちょっと一瞬ですけどね、操縦不能になるってことが、懸念されるので、それの防止のためについてるんですけども、正直ですね、僕 WPL でコンデンサつけずに走らせていて、ノーコン出たことないので、これなくても、もちろんこれも自己責任でお願いしますの話にはなっちゃうんですけど、なくても大丈夫かなというので、ちょっと今、すいません、先にこれやっといてなんなんですけど、もっと基本的な、本当にモーターの端子に配線をつけるだけっていうのもちょっとやってきますね。はい、ちょっと順番前後しちゃって申し訳ないんですけど、こう本当に基本的な取り付け方って感じで、この配線を単純にここにつけます。それも一応やってきますね。はい、じゃあ、まず皮剥くんですけど、
さっき言っててやらなかったやつ。これでこう、ちょっと取るんですね。ちょっと取って、こうなりますよね。ここだけちょっと、切れて離れた状態。で、これで回すんですよ。こうやって。そうすると、綺麗にくるくるって巻けます。こんな感じですね。で、これを、まあ、これ、あくまで僕のやり方ですけど、このペーストにズボって刺します。こんな感じで。これなんでこんなことするかというと楽だからですね。本当は丁寧に塗った方がいいかもしれないですけど。で、ここを、このハンダの小手先で、小手先っていうかちょっとお腹の辺ですね。横っ腹ぐらい。ここが一番熱くなってるんで、ここで熱してあげながら、ハンダをここにこうちょっと流してあげます。で、少し線の中にハンダを染み込ませるっていう感じ。こんな状態ですね。これで下準備 OK って感じで、今度、こちら側、この赤い印がついてる方にちょっとつけてみようと思うんですけど、こっちは、さすがに、ここをこう、刺せないんでさすがに、綿棒で、こうちょっと、ハンダ付けのペーストを取って、ここの端子のところに、ちょっと塗るって感じですね。で、ここを熱して、ここにハンダを、こんな感じで持っておきます。こんな感じ。で、今度は、ここに、さっき下準備しておいた、この先っぽに、メッキハンダを施した線ですね。これを、こうつけます。こんだけですね。これで、十分な強度で取り付けができていると思いますので、WPL のこの配線、これぐらいの太さの配線で、これぐらいのモーターに配線するっていう、ハンダ付けするっていう用途、やり方であれば、こんな感じで十分かと思います。ちなみにここで、この収縮チューブ、適当な長さに切って、これですね。こうやってかぶせておいてあげると、安全的にもいいですし、見た目的にもおしゃれですね。こんな感じで。で、ライターでちょっと炙って、縮めると。これでもう取れなくなるんで。こんな感じにすると、より見た目も良くなるんじゃないかなと思います。はい。では続いてですね、この LED、結構電飾とかで使われる、この LED に抵抗を取り付けつつ、配線をハンダ付けするという作業をやってみたいと思います。もちろんこの抵抗の抵抗値ですね。これは何を使うかとかいろいろあると思うんですけども、この動画の方ではあくまでもハンダ付けだけちょっとやっていきますので、またこの抵抗ですね。どういう時にどういう値のものをつけたらいいかっていうのは、またご希望があれば別の動画でやりますので、もしよければコメント欄でですね、そういう動画も欲しいですみたいなのをいただければまたやりたいと思いますのでお願いします。はい。じゃあこの LED の場合は、まあ大体ほとんどの場合そうなんですけど、このちょっと足が長い方がプラスになりますので、このプラスの方にですね、この赤い配線と抵抗、これをつけていきたいと思います。まあ一般的にはこのプラス側に抵抗をつけるのが普通ですね。じゃあ、この足の長い方をだいたい1センチぐらいの長さを残して切っちゃいます。このプラスマイナス当然 LED は間違えると点灯しないので、そこは注意しながら、まず今プラス側を切ったと。で、プラス側を作業するという形で進めていきます。ちょっと作業しづらいんで、一旦こう開いちゃってもいいと思います。やりづらかったら、この足をこうちょっと開いてあげる。で、同じくこれですね。こうちょっと刺して、ペーストをつけますと。で、この抵抗は極性がないので、プラスマイナスどっちも大丈夫なんで、そのあたりは気にせず進めていくと。これも同じく1センチぐらいですね。1センチぐらい残して切ってしまいます。で、同じくこれもペーストちょっとくっつけて、ここに
ちょっと、ハンダを乗せておきます。で、こっちにも、で、この抵抗の方にもちょっとハンダを乗せておきたいんで、まあ、このやり方がいいか悪いかわかんないですけど、ちょっと僕はこれをこんな感じで、伸ばしておいて、で、この先を使って、こんな感じで、ちょんってつけておきます。こんな感じですね。さっきのこの LED のちょっとハンダ乗せたところと、今こっちにもちょっとハンダメッキしたところ、これを、こう、単純に5ミリぐらいでいいと思うんですけど、重ね合わせながらつけちゃいます。すいません、ちょっと玉みたいになっちゃいましたけど、こんな感じでくっつけましたと。一応しっかりついたかっていうのを確認しながら、今度はですね、ここ、さっき切らなかった方ですけど、ここも同じぐらい、1センチぐらい残して切っちゃいます。で、また、ハンダペーストですね。ちょっとつけて、ちなみにこれ、普段謎のクリップなんですけど、結構便利でずっと使ってるんですけど、これはですね、なんかどこかの雑貨屋さんかなんかで買った、ちょうど良さそうと思って買った写真立てなんです。写真立てっていうか、ここになんか写真とか、あとなんか値札とかをここに挟んで、こうどっかにこう表示させるみたいな。ここがクリップみたいになってて、ここに何かを挟んで、どっかにこのクリップペタってくっつけるみたいな。そういう用途のものなんですけど、これハンダ付けに便利そうと思って買ったんで、ちょっとすいません。今どこで入手できるとかってなかなかご案内難しいんですけども、これ普通のクリップとかでもいいと思うんで、あとは専用のクリップ、ハンダ付け用のクリップっていうのも売ってるので、そのあたりは、もしこういうのがあった方がいいなっていう方は、ご自身でちょっと探してみて、ちょうど良さそうなのをですね、使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。じゃあここも同じくちょっとハンダメッキしておきます。ちょっとハンダを塗っておきます。こんな感じで。で、この線ですね。プラス側なんでもちろん赤を使うのが好ましいと思うんですけども、これも電光ペンチがあればこれで剥いちゃうのがいいと思うんですけど、ないよっていう方は、こう、カッターでちょっと転がしてあげる感じ。一周ちょっと丁寧に転がしてあげる感じで、あんまり深く入れると中の線が切れちゃうんで、本当にちょっと切れ目を入れるって感じで。で、一周すると、こう外せるんで、すいません、今、半分外してねじるのがいいんですけどね、本当は。で、こうねじって、こんな感じですね。こんな感じにして、これも僕はいつもこれ刺しちゃいます、ズボって。で、刺しちゃって、ハンダメッキですね。ちょっと長すぎぐらいかもしれないですけど、今これ1センチ弱ぐらいかな。もうちょっとここ出すところ短くてもいいと思います。で、ここですね。ここに、こうつけるんですけど、ちょっと足りないなっていう時は、僕の場合ですけど、ここからちょっと取っちゃいます、こうやって。取っちゃって、この小手先にハンダをちょっとこう、乗ってる状態で、ここですね。こうつけちゃいます。こんな感じですね。一応十分ついてるかっていうのはもちろん確認しつつ、こんな感じで、できましたと。で、今度、マイナス側なんですけど、こっちは簡単ですね。抵抗をつける必要がないので、被膜を剥いて、ねじって、この辺は同じですね。で、これつけといて、で、こっちも、こんなに長い必要はないので、だいたいやっぱり1センチ、こっちは15ミリぐらいですかね。15ミリぐらいにして切っちゃいます。で、同じくこれをつけて、
で、固定して、で、ここにまたハンダメッキ。で、こっちも一応ハンダ乗せておきます。ちょこっとでいいんですけどね。で、さっきと同じですね。熱を通して、こんな感じです。で、このままだと当然こっちとこっちがぶつかった時に、すいません、ここちょっとダマになっててダサいですけど。あんまうまくないですね、こっち側。ここが両方触れちゃうとショートしてつかなくなっちゃうんで、ここで収縮チューブですね。まず、この 2mm 径。2mm 径のやつをこれぐらいの長さで切って、どっちでもいいんですけど、例えばこれをプラス側に一回通して、この抵抗を隠すようにこうつけますね。つけて、で、ライターで炙りますと。で、縮みましたっていう状態。これだけで一応、こことここの絶縁はできてますけど、こっちもそのままっていうのはあまり良くないと思うので、この時点で、さっき広げた足をちょっと閉じてあげると。こんな感じで。で、今度は、この両側を一緒に収縮チューブで閉じちゃいます。で、この時には 2mm 径だとちょっと細いので、3とか 4mm がいいと思います。これ 4mm かな。4mm でやってみますね。で、長さも、ちょっとこれ長すぎるんで、切っちゃいますね。これぐらいでいいと思います。ちょっと長さも揃えていきましょうか。ここが長さが違うんで、ここも切っちゃいますね。3mm か 4mm 径ぐらいの収縮チューブで、一緒に閉じちゃうと。で、あとは一緒ですね。ライターで炙って、閉じると。こんな感じです。これで LED に抵抗を取り付けて、さらに配線ですね。配線できるようにしたっていう状態になります。はい、これで LED の基本的なハンダ付けの仕方をご紹介させていただきました。では続いてですね、ちょっと最後になっちゃったんですけど、今回ずっとこのハンダゴテ、これでやったんですけど、ちょっと手持ちの別のハンダゴテで、どんな感じかっていうのも簡単にですね、ご紹介させていただこうと思います。はい、じゃあまずこっちやってみましょうか。こっちの CX の100で、現行だと CXR の100っていうのがあるかと思います。100V の 48W ってやつですね。で、温度調節機能はなしと。コンセントつなげて、ちょっと放置して、1、2分ですかね。今、こう、つけるとジュージューって言うんで、十分熱は持ってる状態かなと思いますので、ちょっとやってみようと思います。これ本当に、さっき交換して新品に。で、初めて使うんで、ちょっと使い心地がまだこなれてない状態なんで、あんまり良くないかもしれないんですけど、ちょっとやってみます。じゃあさっきのこの赤い方だけつけたモーターがあったと思うんですけど、これのマイナス側ですね。こっちをちょっとやってみようと思います。これそもそも10分の1競技ラジコンに使ってたようなハンダゴテなんで、十分パワフルなんじゃないかと。あとこれの結構利点、このモデルの利点がですね、ここが大きいじゃないですか。なので、一度持った熱が冷めにくいっていう特徴がありますので、この先の小手先が結構このぶっといタイプ。これ結構おすすめはおすすめですね。じゃあまず、このモーターの端子のところに、これ乗せてみます。温める。これを刺す。こんな感じですね。もうちょっと乗せてもいいかな。ちょっとこんもり乗るぐらいがいいと思います。で、この線の方にも乗せておきます。で、ちょっと染み込ませるイメージですね。ちょっと長めにやって染み込ませる。で、くっつけます。はい。全然うまく
いったかなっていう感じです。なので、この後継モデルの CXR の100かでも全然十分に使えるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、このコテを今日の作業終わってもうしまい込むよという時に、最後にちょっとハンダ乗せとくといいですね、こうやって。そうすると酸化しづらくなるんで。このままコンセントを抜いて冷ましてしまっておくと。では続いて今回ですね、手持ちのハンダゴテの中で一番ロースペックのものって言ってもいいのかなと思うんですけども、100V40W ってやつ。八甲さんの502ってやつですね。これ、基本的に電子工作用ぐらいの感じなんで、正直、10分の1ラジコンで使うには厳しいかなというものなんですけども、WPL だったらいけそうな気がするんで、ちょっと実際試してみようと思います。ちなみにですね、このタイプのコテ、特に、これ1000円前後だと思うんですけど、価格帯の安めのハンダゴテに多いと思うんですけど、この先の小手先を変えるときにこのネジがここについてるタイプ。このタイプがですね、僕はあまり好きじゃなくて、なぜかというと、例えばこの固定台もそうなんですけど、例えばこういう固定台がありますよね。固定台にこう刺しました。抜きますっていう時に、このネジが引っかかるんですよ。これがちょっと作業性があまり良くないので、僕は好きじゃないので、ハンダゴテを選ばれるときにですね、ここにこういうネジがついてるタイプの場合は、もちろん固定台との相性もあると思うので、僕が持ってる固定台はたまたまここはちょっと引っかかるような感じになっちゃうんで、結構思いっきり引っかかるんですよ。なので、そこはちょっと注意していただいた方がいい点かなと思います。はい。ではですね、十分温まったかなと思いますので、今度はじゃあ、ここから、ハンダ吸い取り線を使って、ハンダを吸い取ってみるっていうのをやってみます。ここですね。さっきつけた、ここですね。ここ吸い取ります。やっぱりちょっと非力な感じはしますね。でも、ちょっと時間をかければ、今十分吸い取ることができたかなと思います。じゃあ今度は、今、こちら側使ってたんですけど、ちょっとあえて、この新しい方を使って、ハンダ付けも試してみたいと思います。じゃあまず、ここ温めて、ハンダメッキからしていきます。十分使えそうですね。で、またちょっと繰り返しになりますけど、ここですね。ここに、ハンダを乗せて、温める、ハンダ乗せる、で、配線つける、はい。問題なくできるにはできました。なので、今回、本当にご参考までにって感じですけれども、100V の 40W っていう電子工作向けのこのような1000円程度で購入できるハンダゴテ。これでも WPL の配線周り、この辺りをいじくるっていう前提であれば、そんなに問題なく使えるんじゃないかなと思います。はい。というわけで最後にですね、3種類手持ちのコテで試してみたんですけれども、一応これぐらいでも全然いけると。もちろん WPL に限ってはって感じですね。なので、用途にもよると思いますし、あとは将来的に例えば10分の1の競技用ラジコンでも使う予定があるよというような方は、これぐらいのもの、もしくは、やっぱり一番おすすめはこういう温度調節機能がついているものですね、がいいんじゃないかなと思うんですけれども、一応今回ですね、ご紹介させていただいた中で、あくまで僕の手持ちのものでっていうところなんですけど、このグッドさんの PX の201、これが一番おすすめかなと。で、次がグッドさんの
CX の100。で、これは古いモデルなんで、現行だと CXR の100がおすすめかなと。で、まあ、そんなに頻繁にやるわけじゃなくて、そんなに予算を割かずに、低コストなコテで、やりたいなという場合には、一応この八甲さんのナンバー502っていうモデルですけれども、これぐらいのものでも十分仕事はしてくれるかなというふうに感じました。はい。ではですね、今回、WPL Japan のこのラジコンをいじるという前提で、その中でハンダ付けっていう作業がいろいろ改造、カスタムしていくと必須の作業になるので、基本編という形でご紹介させていただいたんですけれども、多分ですね、説明が至らない点だったりとか、あとはもうちょっとこういう作業も紹介してほしいんだけどっていうところがあったりするんじゃないかなと思いますので、そのあたりはですね、またコメント欄からのご質問などいただければ、補足するような形でまた別で動画を上げさせていただければと思いますので、もしそういったご要望などありましたらコメントいただければと思います。はい。ではですね、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。